動画のご視聴ありがとうございます。今回の動画は、クルーデータドリルの応用編、各種申請・生産アプリの金額を集計するというお話をしていこうかなと思います。今回は複数のアプリ、物品購入申請アプリと旅費生産申請アプリ、それぞれね、経費を申請していくアプリなんですけれども、それをですね、最終的に経費の集計アプリとして合算していく。これをクルーデータを使って自動化していこうかなと思います。今回作る申請アプリのテンプレートであったり、サンプルデータは概要欄にも貼っていますドリルの一番下にサンプルファイルダウンロードのリンクがありますので、こちらからダウンロードしてアプリの展開、そしてサンプルデータの読み込みお願いいたします。複数のアプリを紐付けていくってなっていけば、ルックアップとか関連レコードっていうのができるんですけれども、均等の基本機能では、それぞれを集計するってなかなか難しいんですよね。引っ張ってくる。たくさん引っ張ってくるってこともできないですし、関連レコードを使えば、どういうような一覧があるかっていうところは見れるんですけれども、それの集計ってなってくると、カスタマイズが必要ですので、今回は一つのアプリにまとめてしまいましょう。アプリテンプレートを展開すると、クルーデータの設定のアプリ、旅費生産申請のアプリ、物品購入申請のアプリ、そして最終まとめる経費集計のアプリに、それぞれにサンプルのデータも入れておきました。それでは、クルーデータのフローを作っていきます。まず入力アプリとして、物品購入の申請アプリを選択します。使用するフィールドは、申請日、申請者、そして合計金額の3つを設定しておきます。合計金額、こちらを新しいフィールド名で金額にしておきます。今回2つのアプリをまとめますので、もう1つですね、旅費申請アプリの方も設定します。こちらに関しては、期間、申請者、そして旅費の合計、この3つを設定します。期間を申請日、旅費合計を金額にしておきます。すると、申請日、申請者、金額、物品購入の方も、申請日、申請者、金額と、揃った形にしておきます。次に今、金額が集計のタイプになってますので、数値に変更します。フィールドタイプの設定を置きまして、つないでいただきます。そして、金額を数値。こうすることで、ここが1、2、3というロゴが入ってるかなと思います。これから、これに変更になりました。同じように、旅費の申請の方も変更しておきます。会計の処理でいくと、物品購入は消耗品ですね。旅費生産の方は、旅費交通費が勘定科目になりますので、それぞれ勘定科目の項目を設定しておこうかなと思いますので、定数の追加。なので、物品購入申請に関しては、科目、文字列1行で消耗品費。旅費生産の申請に関しては、科目、文字列1行の旅費交通費。こうすることで、新たなフィールドの項目が追加されるようになりました。これで、物品購入申請は、消耗品費。旅費の生産の申請は旅費交通費。で、それぞれ申請日、申請者、金額入ってきましたので、2つのアプリのデータを1つにまとめる。レコード結合をしていきます。レコード結合を置きまして、2つつないでいただきます。今回はそれぞれ共通しているフィールドにしてますので、共通するフィールドのみを含めるに設定します。プレビュー見ますと、申請日がバーっとあります。申請者もあります。金額もあります。そして、ここの科目で消耗品費と旅費交通費分かれてるかなと思いますが、これが今バラバラやったのがレコードの一覧としてまとまってきました。最後にまとめたデータをアプリに保存したいので、出力アプリ、そして経費集計ですね。こちらの方に設定します。今回はドリルの設定が分かりやすいように再生成にしますけれども、利用する状況に応じて、更新であったりとか追加っていうところを選んでいただければなと思います。
再生成は出力するアプリの存在するレコードを全部削除して、もう一回出力するっていう形になります。いろいろやり方があるかなと思いますが、例えばスケジュール実行で夜の8時に登録されたものだけを引っ張ってくる。で、さらに承認ですね。フィルターとかを使って承認されたものだけを集計するっていうこともできるかなと思いますし、リアルタイムの場合も同じですね。リアルタイムに見たいという場合であれば、リアルタイムの実行を設定いただいて、これも似てますよね。承認されたものだけを経費として扱って集計したものをまとめていくってこともできるかなと思います。これでドリルの設定はできましたので、実行していこうかなと思います。現状データがない。現状今特にデータがないですね。で、これで一度実行してみます。成功しました。ここで再読み込みしますと、はい、データが入っています。このような形で複数のアプリを一つのアプリにまとめたいというとき、クルーデータね、非常に便利です。一つじゃなくてですね、他にもまた追加するってこともできますので、アプリの運用としては、やっぱしアプリを分けてやらないといけない。今回でいくと物品購入と旅費でもそうですけれども、入れていって、で、最終的にいくら使ったのかっていうところをまとめたい。均等に関しては、それぞれでグラフ作ったり集計することはできるけれども、アプリ間をまたいで全部集計するってなってくると、一つのアプリにまとめるっていう作業が必要になってきます。手作業で出力して入れるってこともできるんですけれども、クルーデータを使えば、スケジュール実行でもリアルタイム実行でもできたりしますので、ぜひともですね、これ試していただいて、複数のアプリをまとめるっていうところをやってみるには非常にベストなドリルかなと思いますので、これからね、クルーデータを本格的に活用していこうかなと思われている方は、ぜひともこのドリル一度試していただけたらなと思います。このチャンネルでは、クルーデータ以外に、クルーシート、クルーダッシュボードの動画も上げてますので、ぜひともチャンネル登録といいねの方もよろしくお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。